36話、親の心の解説と考察まとめ。ボルト、トゥーブルーボルテックス。36話掲載の V ジャンプ9月特大号が、2026年7月21日に発売された。前回35話、可愛いは、ボルトとサラダが次なる戦いへ備える裏で、アマドが孤児の想定を超える行動に出る回となった。まず人真珠、ジュラとヒダリが、これまでの戦いを振り返る場面から始まる。マムシが絶命したのは本能的な愛欲によるものだと考えたジュラは、人真珠という種の繁栄を望むマムシの姿勢に感情の高ぶりを覚えつつも、動物的で短絡的な発想だとも感じていた。ヒダリはなぜジュラが自分を復活させたのかという疑問を口にすると、ジュラは深く考えたことはなかったと言いつつも、想像すると寂しい気持ちになると返した。ヒダリはジュラに気持ち悪さを感じながらも、どこか悪くない気もしていた。また二人が猫の写真集を眺める場面も描かれており、人真珠の不完全さゆえの愛らしさがにじみ出るやりとりとなっていた。次にボルトとサラダが次戦に向けて話し合う場面へと移る。コードはサラダを人真珠との交渉材料としてボルトを引き寄せる餌にしようとしており、マムシとの戦いの最中に木の葉の里の至る所に爪痕をばらまいたため、いつ現れてもおかしくない状況だという。そこでボルトはサラダに2枚の金属片を渡し、あえてコードに捕まってほしいと提案した。コードがサラダを連れて行く先はおそらく人真珠の拠点であり、サラダがそこで金属片を捨てることでボルトの時空間移動が可能になる。危険な作戦ではあるが、ボルトはサラダに望みを捨てるなど言葉を添えた。そして次の場面では、アマドが孤児すら想定しなかった行動に出る。アマドの研究室を訪れたカワキを出迎えたのは、アマドが特別に改良した白いガマコ分だった。アマドがカワキを呼び出した目的は2つあり、1つはカワキの弱点を補うことだった。カワキは攻撃性能を上げる代わりに防御性能を犠牲にする調整が施されていたが、ガマコ分をつけておくことでアマドが遠隔かつ瞬時に調整を変えられるようになる。そして2つ目の目的こそが革新であり、アマドはこの力を与える条件として、孤児の拉致を画策していた。一方、イノジンは街中を歩いていたところでアマドと出会い、マムシ戦で得られたデータの入った巻物メモリを受け取った。アマドはそのデータを孤児に渡すつもりだった。イノジンから報告を受けた孤児はこの展開を予知しておらず、慎重に巻物メモリを回収することを決め、口寄せの術を発動した。しかしその直後、背後に現れたカワキが白いガマコ分を見せた。ガマコ分と孤児の目が合った瞬間、アマドがコマンドワードを入力して孤児を緊急停止させ、ガマコ分の機能でカワキと孤児を研究室へ口寄せしてしまった。この動画では36話、親の心の解説と考察をやっていこうと思う。このチャンネルでは、ナルトやボルトを他にはない視点で深掘りしていきます。新たな発見や面白さにつながると思いますのでぜひチャンネル登録をお願いします。36話は展開の移り変わりがこれまで以上に早くなる回だった。暫定捕獲への疑い、アマドが孤児を拉致した理由、実報の新たな更新の3つに場面を分けて解説する。1つ目の場面では、コブが現在の他で代理であるシカマルへの疑いを強めた。コブは以前からシカマルがボルトに内通しているという疑いを抱いており、ボルトと接触した者たちの尋問を進めていた。しかし、その最中にボルトと人真珠、マムシが木の葉に侵入した。コブはこの一件をご意見番の2人に説明していた。コブはシカマルの尋問中に意識を失い、気づいた時には他で屋敷の屋上でマムシに囲まれており、なぜか通りがかったボルトに助けられたという。コブはこの不可解な出来事を、シカマルとボルトによる策略と解釈した。ご意見番の間では、ボルトが人真珠と通じているという仮説も立っていた。コブはシカマルの悪事を決定づける証拠を見つけ次第、大名から他で解任の承諾を得るつもりでいる。次に2つ目の場面では、拉致された孤児がアマドの目的を聞いていた。そもそもアマドとカワキが孤児の拉致に成功した要因は、アマドが実報の効果を完全に理解していたことにある。アマドはマムシが木の葉に侵入した一件の中で初めて実報の存在に気づき、さらにはそれによって新たに派生した未来が展開されていることにも気づいた。孤児はこの新たな展開を実報が更新されるまで見ることができない。アマドはこの余地の資格をついたのである。アマドが孤児を拉致した目的は主に2つあった。1つは孤児の脳波に手を加えることである。孤児の脳が活発になることによって実報の更新インターバルが短くなるという。アマドには孤児の余地の資格を少しでも減らし、より早く正確に情報を受け取れるようにする意図があった。もう一つの目的は孤児にアケビの未来について尋ねることだった。アマドは孤児に、カワキがアケビのクローン体にカーマを刻む未来を見たことがあるかを聞いた。孤児によると、実報で見た光景は全て記憶として保存されているが、そのような未来は一度も見たことがないという。どの未来にも必ずジュラが存在しており、大抵の未来でカワキの命が奪われるとのことだった。アマドは孤児に感謝し、拘束を外した。
この場面から考えるに、アマドはカワキがアケビのクローン体にカーマを刻む未来を新たに作ろうとしている。実報の更新頻度を早めたのは、未来を知る機会を増やすことで未来をより不安定にさせるためだとも考えられる。コジが16話で語った通り、未来を知るということは、良くも悪くも未来を壊す行為に他ならない。実報はもはや、未来の可能性を見る能力というより、未来を壊す能力になりつつある。加えて、アマドは実報の存在と未来の情報を知ったことにより、新たな得意点になった可能性もある。得意点は介入することで未来を不安定にしてしまう異端の存在である。得意点の性質から、ボルトやコジはこれまで、良い未来を壊さないようになるべく影から臨界を後押しすることを意識して行動してきた。アマドはこれとは反対に、得意点としての影響力を未来を破壊するために使うのかもしれない。アケビを転生させるには、カワキの命が奪われるという未来を壊さなければならない。アマドによる不可能を可能にする挑戦が始まった。最後に3つ目の場面では、コジに実報の更新が早速訪れることとなった。拠点に戻ったコジは、イノジンの能力を使ってエイダ、鹿丸と通信した。コジは自分の身に何が起こったのかを知るため、エイダにアマドがここ1時間ほどで何をしていたかを千里眼で見てもらおうとする。その時、コジの意識が飛び、実報の更新が始まった。コジは様々な光景の中からボルトとサラダのおとり作戦が失敗する未来を見た。ボルトにこの未来を知らせようとしたところ、ボルトは話の途中で飛来神の術を使って飛んでしまう。しかし、ボルトが着いた時には遅く、そこにはサラダに渡したはずの金属片2つとコードの爪痕が残るのみだった。コードには特定の人物のチャクラを感知し、そのチャクラが付与された物体を操作する能力があることが今回分かった。コードはこの能力を使い、ボルトの金属片を取り除いた上でサラダを連れ去ったのである。コジが新たに見た光景の中には、おとり作戦が失敗する様子の他に、ボルトの体をモモシキが乗っ取ったと思われる様子もあった。コジはおそらく、このことをボルトに伝えたかったのかもしれない。ボルトは第2部25話で、モモシキにジュラを倒した暁に自分の体を明け渡すという提案を持ちかけている。モモシキはこの提案を承諾していたものの、体を乗っ取らないという保証はない。ボルト自身がカーマを制御できていない以上、モモシキが体を乗っ取るリスクは残ってしまう。ボルトのカーマが発動、または共鳴したタイミングでモモシキが動き出すという可能性はある。しかし、その時にボルトの精神世界で何が起きているのかは実報でもわからないところ、ボルトが意図して一時的に体を譲る可能性も否定できない。また、個人の脳が活性化されたことで、実報の更新頻度が早まった。これにより、見解の移り変わりはより目まぐるしさを増していくと思われる。実際に、ボルトとコジもあまりの展開の速さについていけていない漫画ではあるが、瞬き厳禁の内容となっていくだろう。36話では、アマドが超音波による処置でコジの脳波に手を加え、脳を活性化させたことで、実報の更新頻度を早めた。この説明から実報は、未来の情報をリアルタイムで受信、処理することで発揮される能力なのではないかと考えている。ボルトとモモシキがこれまで体験したような普通の未来史は、録画された映画を再生するようなものと言える。一度録画された映像は内容が変わることがない。しかし実報で見える未来は、それとは異なる。実報によって見える未来は、現在の出来事に応じて絶えず内容が変化する。ライブ配信のようなものだと考えられる。誰かが未来を知った瞬間に未来の内容は変わり、実報が映し出す光景もリアルタイムで更新されていく。ライブ配信を見るためには、まずインターネット回線が必要である。これと同じように、実報では、脳波が未来の情報を受信する通信回線のような役割を担っているのではないだろうか。アマドが脳波に手を加えたと語ったのは、この通信状態を最適化したことを意味している可能性がある。しかし、通信環境だけではライブ配信を快適に視聴することはできない。高画質のライブ映像を古いスマートフォンで再生すると、通信速度が十分でも映像はカクついてしまう。これは、受信した映像を処理するスマートフォン本体の性能が追いついていないからだと言える。実報も同じで、未来の情報を受信できても、それを理解、解析する脳の処理能力が不足していれば、最新の未来を素早く認識することはできない。そこでアマドは超音波によって個人の脳を活性化させ、未来の情報を高速で処理できる状態にしたのではないだろうか。ここで重要なのが、コジが話していた更新頻度という言葉。ライブ配信は1秒間に何十枚もの画像が連続して表示されることで滑らかな映像になる。もし処理能力が低ければ表示できる画像の枚数が減り、映像は途切れ途切れになってしまう。実報も同じように、本来は未来が絶えず更新され続けているものの、コジが認識できる未来の更新速度には限界があったのだと思われる。脳が活性化したことで、これまでより短い間隔で未来の情報を受信、解析できるようになり、より最新の未来をリアルタイムで把握できるようになった。それがコジの言う、
実報の更新頻度が早まったという現象なのではないだろうか。以上が最新36話の解説と考察になります。過去の解説、考察動画では36話時点でもまだ明かされていない内容に関する解説や考察もしていますので、よければ視聴していただけると嬉しいです。ここまでの内容は個人的な妄想を多分に含んでいます。多めに見ていただけますと幸いです。今回の動画に関する感想や意見がありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。もしこの動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。